よいしょ。よっと。よいしょ。よっこらしょ。高校の時山岳部だったんですよ。で、高校出た後に、なんか山の仕事何かないかなって思って、最初は鳩町峠にある鳩町山荘ってところで、アルバイトしながら働いてたんですけど、あそこから牧歌さんが毎日出発するのを見てたんですね。で、それを見てるうちに一緒に働いてた仲のいい友達が来年やるんだけど、一緒にやんないみたいな感じで誘われたのが一番最初でしたね。渡辺勉と言います。今年57歳です。はい。で、22歳から牧歌の仕事を始めて、今年で35年になります。最初見た時にはっきり言って絶対できないなっていう重たいっていうかもうでっかいじゃないですか、荷物大きいので、やっぱりちょっとには無理だなってちょっと思ってたんですけど、まあ山小屋で3年間やってて、なんかちょっと違う仕事もしてみたいなっていう、そういうタイミングが良かったのかなっていう感じはします。20代の思い出ぐらいの感じで最初始めたんですけど、30ぐらいまでやって、なんかあっという間にやっぱ10年って経つんですよね。最初の林の中っていうのは、あそこはもう必ず1日、どこに行くにも絶対飛んなくちゃいけない場所なんで、あそこに関してはもうやっぱ最初の石段ですよね。石段はとにかくやっぱ時間をかけておいて、で、木道になったら、それなりのまあ今日はちょっと濡れてたんで慎重に歩きましたけど、あれが乾いてればもう少しスタスタ歩いて。オリンパスに関してはでも前のね、4もそうだし5もそうだし、石とかにすごい張り付くような感じがあるんで、そういう点ではすごい安心して、クッションもすごい柔らかいんで、足の裏に直接刺激が来ないんで、道の悪いところは歩けるって思いましたね。で、この足指全体でしっかり踏んで、送り出しができるっていうのは、それはどの靴ね、モデル履いても一緒なので、それはすごいね、履いてていいとこだなって思いますね。はい、よいしょ。林の中終わって、まあ山の穴で一回着替えて、で、ちょっと頭冷やしたりして、で、一回リセットして、で、原っぱに出ていく。で、原っぱはまた今度暑いんで、なるだけちょっと日差し自分で作って日直接当たらないようにしてみたりとか、できれば太陽を背にして、休んだり。そうすれば日当たらないんで、実際頭使いながらね、よろけないように歩いたりとか、歩き方もいろいろ考えながら歩いてるんで、ちょっとパズル解いていくみたいな感じにもなるんですかね。僕らの仕事ってもう荷物つけて歩き出したら、小屋に着くまで絶対に仕事終わんないんですよ。だけど、そこをなんとか乗り越えて、ちょっとでも、重たいの我慢して前に進んで、着いて荷物を外して、お疲れ様ってこういうね、その繰り返しなんですけど、その時にやっぱりまあ今日も頑張ってよかったなっていうのはありますね。でも結構やっぱダメな時はダメですよ。いや、今日参ったなって思いながら歩いてる時もありますね。はい。他のことにも目を向けてみようってみんなが多分40代。で、50代になって今は考えてるのは、やっぱり次のことですよね。で、この仕事自体がすごいやっぱり体力使うので、で、次の仕事になるだけ力注げるようにっていうことをちょっと今考えながらしょってますね。
まあ20代30代はなんとなくこの仕事自体が目的だったことがあって、そういった目標みたいなのがなかったんですよ。無駄だったって変ですけど、そういう空白の時間もあったからこそ、35年長くやったから今があるっていうよりは、その間いろいろいろんなことがあって考えてきたことがこの先もつながってくるんだろうなっていう。今57歳の渡辺さんが23歳のフォーカスになる時の渡辺さんにどういう状況をどういうことを言ってあげますか？いやー難しいですよね。最初からその遠く見ないようにっていう、とにかく目の前のまずこの一歩をちゃんと見ていかないとダメだよっていうようなことは多分まあ彼が聞くかどうかは別ですけどそんな感じですね。それ言うと思いますよ。